左手1本でギュギュッと入れて、ここで右手を添えてあげる。よっしゃ。皆さんこんにちは、ひがです。今回もカメラマンの萌えと一緒に動画を撮っていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、今回のテーマはドライバーなんですが、遠くに飛ばすテイクバックのコツ。テイクバックのコツ。そうなんですよ。やっていきたいと思います。で、テイクバックのコツって言っても、今日はどっちかというと、腕の動きに、ちょっと注目してやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速説明していきます。お願いします。じゃあでは早速レッスンの方に入っていきます。お願いします。まずですね、腕の使い方なんですけど、なんかよく、ゴルフって基本的には体の回転が入ってのスポーツなんだけど、体の回転だけ意識して腕の使い方を意識しない人って、なかなか飛距離って伸びてこないんですね。もちろん体の回転プラスこの腕の動き方があって飛距離がまた伸びてくると思うので、ちょっとまた腕の使い方を説明します。まずですね、テイクバックなんですけど、腕の使い方っていうのは悪い例からいきますと、ひょいん、これ、なんとなく分かりますでしょうか。体のじゃあ回転も入れながら振っていくと、これ体の回転は入ってるし、肩もちゃんと自分の顎の下まで入ってるんですが、なんとなく頭と手元のポジションが近いの分かります？これだと腕の使い方自体はまだうまく使えてないので、スイングアーク、スイングの円がですねちっちゃくなっちゃうんですよ。で、なるべく腕っていうのは大きく使ってスイングアークを広げていきたいんですね。なんで正しい腕の動きっていうのはぐーっと伸びてきて、ここが正しいトップポジション。わかります？さっきとの違い。なんとなく頭と手の距離が遠い、さっきのはこの辺にあったはず、なんでちゃんとスイングを大きくしてトップの位置を作るというのがとっても大事なんですけど、まず悪い例で一回打とうかな。お願いします。こんな感じで NG です。飛距離が今227トータルですね。で、キャリーも192ってあんまり飛んでない状態なんですけど、今のスイングっていうのはさっきやったようにあんまりこう腕を大きく使わずに回転だけで打ってるようなスイングになると、スイングアークっていうのがちっちゃくなるので、球が飛びづらかったりするので、ここをねしっかり大きくテイクバック上げて、しっかり腕も使ってボールを飛ばしていくっていうのをやっていきましょう。まず感覚というか意識としては、とっても最初大事なのがこの初動、アドレスから腰までのこのハーフスイングにかけての動きっていうのがすっごい大事で、どっちかというとバックスイング使う腕、スイング中によく言うのはなんか左手で手動でこう吸ってっていうじゃないですか。聞いたことあるよね。なんであんまり利き手、だいたい右手が多いと思うんだけど、右手が強く入りすぎると良くないっていうのは、テイクバックもそうで、テイクバックを右手で上げる人、右手でこう引っ張るように上げる人っていうのは手で上げやすい。やってるかも。やってる？ここでふってなんでこの時意識するのは左手。左手とこのクラブっていうのはもう一本の棒だと思ってほしいんですよ。ここが棒だと思ってそのまんまこう上げてほしいんですね。どっちかというと左手指導で上げてくると、テイクバックのこの手の動く範囲が違うじゃないですか。右手だとこう引っ張ってるような動きなるとちっちゃくなるから、左手で押し込むような動きで上げると
すごくトップがかっこいいと思うんですよ。この動きを身につけていきたい、これだけの意識でできる人ももちろんいると思うんですが、まだまだできない人もいると思いますので、クラブを逆に持ちます、重たいので逆にして軽くして、で左手だけで持って、左手だけでギュッと、これも一緒、棒頭を持ってぐーっと入れていきます。でここに右手を添える、ここですね。ちゃんと左腕が伸びた状態でトップの位置が作れてる位置はここ、左手1本でギュギュッと入れて、ここで右手を添えてあげる。そしたら回転も入るし、腕も最大限に使ってるのでスイングの円が大きくなります。はい、でやっぱ体の回転だけで振る人っていうのは、もちろんねこう回転してコックも何も入らずってトップの位置はめちゃくちゃ低いと思うんですよ、この動きね。でこれに腕をションって曲げたところが回転は入ってるけどスイング枠が小さいところなので、ちゃんと回転プラス腕をしっかり大きく作るっていうのが大事、でこの時自分でチェックする時、正面から見て鏡でも家でもできると思うんだけど、鏡で見る時にアドレス構えてテイクバック上げて、右腕が左腕の下に出てこないように見てね。手上げでいくよ、手上げというかこうちっちゃい時、間違ってる人、間違ってる時、右腕左腕の下にないですか？あります。あるでしょ、これはあまりこう腕をうまく使えてない時の上げ方、じゃあいい時、右腕が左腕の下から見えないはず、見えないよね。これが正しい腕の使い方。右手だけで上げるとこうやって右手の見えるよね。これは NG です。これで自分で鏡見て確認してもらえるとより分かりやすいかなと思います。はい。でプラス、テイクバックあと1個、コック。これとっても大事なんですけど、コックもこう左手をねぐーっと棒みたいに上げながら、どこからコックを入れるかってことなんですけど、徐々に入ってくるので腰の高さから急に入れることもないし、トップの位置に入ってきて急にグッて入るわけでもないので、アドレスからトップの位置に行くまでに少しずつねコックっていうのは緩やかに入ってくると思ってもらえればいいので、最終的にトップの位置で左手の親指にクラブの重さを感じられるぐらいまではコックを徐々に入れてほしい。左手の親指にしっかり重さが入ってくるように徐々にが大事。急激にここで入れるってことはない。じゃあなんかここはキュッて入れるわけじゃないってことだよね。腰の高さから。そうですね。初知りかも。だってコックわからなすぎて、最近の多分悩みの一つだから。確かにね。勉強になりました。萌えはね、手首の動かし方がほどできないっていう。見たらめっちゃ笑うよ。ね、手首回すのできないもんね。すんごいカクカクしてるから、手首はとにかくゴルフではこう柔らかくね、ちょっと遊びを持たせるぐらいで緩やかに入ってきてくれると、かっこいいトップの位置が作れるし、回転プラス腕の動きが入るから距離も最大限に出せるようなスイングになります。じゃあちょっと打ってみましょうか。じゃあ、今のでビフォーとアフターで数値を見ていこうかなと思うんですが、しっかりスイングアークを大きくするように腕の作り方を、変えた時だと今トータル240、キャリーが214、さっきの悪い例で打った時はキャリー190ちょいから、トータルが227とかだったので、飛距離もねだいたい15ヤードぐらいは伸びてくるので、テイクバック大事。テイクバック大事大事そうなんでよくね
注意しなきゃいけないのはやっぱ体の回転は絶対なのよ、腕だけの動きだけでもダメだし体の回転だけでも飛距離は出ないのでどっちもプラスすることによって飛距離が最大限に出てくると思うから優先順位は体の回転はもちろん絶対大事なことなので、回転して腕は遠いところに上げる練習をしてあげてください。はい、今日の動画をまとめますと、テイクバックで重要なのは左腕を意識して上げること、左腕は、クラブとつながってるイメージでしっかり遠くに上げていく、と左肩も入るし手と頭のこの体との距離が遠くなるように上げてきてほしいです。でコックはどこで入れるのではなくて、徐々に入っていくものと思ってください。っていうところで、今日は以上です。ありがとうございました。これで飛距離アップ。いけますよ皆さん。頑張りましょう。これからも私も頑張ります。E スイングにはスイング練習に特化したトラックマンが置いてあってトラックマンのいいところは自分のスイングがしっかり自分の目で確認できるのとあとは数値が細かく出てくれるので自分の今のスイングを分析するだったり自分が悪いところいいところっていうのをちゃんと分かるのでとってもいいですよね。とてもいいですよね。私も普段練習するときはやっぱトラックマンで練習すると、やっぱすごく理解しやすいですし、直しやすいので、ぜひ皆さんにもそれを体験してほしいなと思います。この動画がためになったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。それでは次の動画でまたねー。